動画の概要、本動画は認知に関するテーマを中心にざっくり視点で眺めていく動画になります。専門性よりも平易な表現を主に用います。はてなちゃんと予測処理パート3。いやー、反証ごっこってなんか緊張感あったよね。お姉さんついていくので精一杯だったよ。スリリングでいいだろう。相手を知り、技を磨き、乗り越える。でもそこにはすでに新たな敵がいるんだ。科学屋なんて少年漫画なんだわ。かつての敵と手を組んだり、支援者がいたり、ライバルがいたり、確かに男が熱中する世界だな。ハテナは少女だけど。20世紀の物理学とか特に無茶な冒険野郎だらけだったしな。キカールとかライバルとか支援者までいるの？反証ってライバルというよりは対戦相手みたいな感じだったけど。例えば PP は万能な一大巨頭のように聞こえるが、同じような能力を持つ理論が他にもある。さらには PP を支援できる理論もあるってことだな。知覚も学習も行動も全部予測なんでしょ。それを扱えるスーパーマンが他にもいるってこと？脳ってそんなにいくつも抱えてるの？どっちかというと脳がやっている仕事を、それうちの理論の方が強く説明できるからって解釈をめぐってる状態だな。方法論ではなく解釈の違いってのが認知科学のミソだ。だから時には手を組むこともある。同じものを扱っていても解釈が違えば見えないものが見えてくるかな。まさに予測の変化だな。わずかな座標のズレが文字通り世界を全く違いものにしてしまう。例えば予測処理のライバルとして効率符号化理論があるな。こいつは予測処理よりもかなりドライだ。効率符号化なんかお仕事ができそうな名前だね。無駄な会議はスキップしますみたいな。当たらずとも遠ざからずだな。 PP は予測誤差を減らす推測機能のが目的だが、こっちは情報の無駄を減らして脳の処理コストを安く済ませる冗長性排除が目的だ。例えば自然界の風景ってのは似たような色が続くことが多いだろう。空の青い部分がいっぱいあるのに脳の神経がいちいち全部青青青って信号を送ってたらどうなる？そんな細かい情報を送られていたら把握が大変だよね。ざっくりわかればいいよ。空色でしょって。まさにそれをやっているのが効率符号化ってわけだ。入ってきた風景情報を勝手に圧縮しちまうんだ。空晴れてるってことだけ受け取れば、あとは記憶から空の色を勝手に補完するって考えだな。 PP 派は予測信号と誤差信号のやり取りだと主張するが、効率符号化派はいやいやただの情報の希薄化だよと切り返す。重要度の推論と誤差修正なんていう高尚なことしなくても、単に統計的にいらない情報を捨ててるだけで説明つくんじゃねってのが効率符号化の言い分だな。どっちも今までの思いで依存なんだよね。ちょっと違いが分かりにくいような。そうだな。この例えがいいかはわからんが、人間の描いてる絵が予測処理、 AI 生成イラストが効率符号化だ。前者には個人的意味付けが、後者には社会的再現性が強く働いてる。それぞれ単独では埋められない要素があるから未だに競合してんだ。ここ大事。この表現じゃないとダメっていうのと、だいたいこんなもんでいいよねってことなんだね。効率化くんは
こだわりすらも単に多数決で決まってるだけってことかな。予測処理と違って制度の重みの個別例外をそいつにとって統計外だからで片付けられるのは強いよな。それがポジティブならポジティブ感情が生成されて学習するってわけだ。社会的には統計外でも当人ベースで繰り返せばそれは統計指数が上昇し期待抑制になるっていう個別文脈への一貫性もあるしな。感情生成とそこからの学習自体は効率化くんの範疇外じゃないか。もちろん関連はあるがね。悪い、先走ったな。強化学習って理論の話だが今は置いといてくれ。はてなちゃんは効率くん派なんだね。でも意識してないとそもそも注意対象にできないってのはあるよね。まさにそこだ。効率符号化だけじゃ学びと反省が説明しづれんだ。だから競合してる。どちらも結局説明しづらいところは精度の違い、個別統計と情報の圧縮で吸収しようとするしな。さて次は正規化に行ってみるか。正規化か。例えばカクテルパーティー効果って結構有名だからお姉さん聞いたことあるんじゃねえか。お姉さん聞いたことないかも。勉強不足ごめんね。別に何も謝ることなんかねえさ。知識なんざ人によって得るタイミングが違うのは当然。お姉さんは今がその時ってだけだ。例えばすごく賑やかなパーティー会場を想像してごらん。周りがガヤガヤうるさい中で自分の名前や話したい相手の声だけは聞き取れるだろう。パーティーは行ったことないけど大騒ぎの中でも確かに会話はできるね。ただ名前を呼ばれるのはどうなんだろう。最初から呼ばれそうなことが分かっていればだけどノーガードなら私は何度も言われないと気がつけないかも。意識してねえことは察知できないか手間取るってのは予測処理も正規化も同じだな。その上で違いを考えてみるか。簡単に言えば予測派は聞かなくていい声と聞くべき声を分けている。正規派は耳の感度を全体的に下げて目的の音を聞きやすくしているって感じだな。個人的にこれは両方なんじゃねって思っている。予測処理で聞くべき音を予測し正規化で拾いやすくってな。もしくはその逆の順序かも。でもいずれにしろどっちか一つじゃ不十分なはずなんだ。正規化するには標的がないとだし予測だけじゃ実際のキャッチができねえ。例えば病院とかで待っている間本に夢中でも呼び出しだけは耳がすぐ反応するよね。あれってズレよりも一致を求めてる状態？まさに標的の決定と正規化によるキャッチが働いてると言えるな。つまり正規化と予測処理は協力関係の可能性があるってことだ。ただし呼ばれたのが自分の番号かについては予測処理でいうズレとは違うな。そこは完全に自意識による判別だ。ただしそうなるとズレの検知は実はズレではなく単純に標的の情報が流れてくるかという判断になってくるな。あ、そうだ。いつも通っている病院がね、去年までは待合の右側から呼び出しされてたんだけど、今年になって左側からになったんだよね。それでさ、4回くらい呼ばれないと気がつけなかった。今まで一発で反応できてたのに。かなり複合的な状況だな。思いつくもの一個ずつ考えていくか。一つ目、ボケた、偶然、これらは論じてもしょうがねえから無視だ。二つ目は右耳優位性だな。右耳優位性。耳って右と左で聞こえ方が違うの？
特に言語情報を受け取る時の脳の配線の問題だな。右耳から入った音は交差して反対側の左脳に届く。で、言語中枢ウェルニッケアとかは大体の人間で左脳にある。つまり右耳から入る方が言語処理をする左脳への直通回線と言える。左耳からだと右脳を経由して左脳に送る分少し遠回りになるな。ただ右耳優位はほとんど微差と言っていい。となると習慣化による影響が強いはずだが、じゃあ習慣を牛耳っているのは予測化、効率化、正規化かってなるな。お姉さんが反応遅れたのは多分右耳理論みたいな物理的理由じゃなく、脳のソフト上の都合のはずだ。ボケてなけりゃな。なんかどの派閥でも一丁前の理由がつけられそうだよね。左側は聞かなくていいって思い込みは正規化なのかな。予測派も左側の精度の重みが落とされていたからだ。効率派は統計的に左は不要だったから省かれたというだろうな。予測派も効率派ももっともらしい理屈はこねるだろうな。だがもっと単純で動物的な理由があるとしたら。動物的、考えたり削ったりっていう以前の話ってこと？お姉さん、その病院で以前は右側から呼ばれると診察してもらえるという報酬が存在したことになる。もちろん脳の処理上での話だ。確かに待たされて怒る人はいるけど、待たされた末に呼ばれて怒る人はまずいないよね。それが強化学習、講義の意味では習慣化とも言うな。右の音に注意していれば報酬がある。脳がその行動に味を占めて予測云々の前に体が勝手に覚えちまったんだ。そいつが四天王の中でも特に強力な強化学習 RL だ。一旦身についたらそれがどんな習慣であってもかなりの確率で上位に来る。とうとう四天王になったか。ちなみにこいつの原動力は価値観だ。事実ベースじゃねえ。だから厄介なんだ。価値観、嬉しいとか辛いとか大事だとかどうでもいいとか、そういうことだよね。ああ、大事っての言うのは予測処理くんの言う大事とは違うのかな。はっきりとはわからねえが、多分違うんだろうな。現象として大事と本人のお気持ち上の大事。簡単に言うと予測処理は事実とその予測、強化学習レインフォスメントラーニング RL は報酬とその価値と言えるな。ああ、最初の頃に言ってた PC くんの矛盾点だね。当たると嬉しい、外れてよかったとか。あ、でも習慣なんだよね。歯磨きとかワンちゃんの散歩とか、そういうめんどくさいことも同じなのかな。めんどくさいのかよ。まあそれはいいとしていいテーマだな。ヒントを言うと、多分それは2つの理論が働いている。せっかくだ。ちょっと自力で考えてみな。お兄さんもヒントをあげちゃおう。順番だ。そもそもなんで歯磨き始めたんだっけ？子供の頃にお母さんに言われてだから。サボると怒られるから自然と続けるようになったね。でも別に楽しくないよ。今はもう怒られる年じゃねえだろ。でも続けているのはなんでだ？ソリやずっと続けてるし、なんとなくっていうかやらないと気持ち悪いじゃない？いいな。それでだいたい答えが出ねえか、なんかが途中で切り替わってねえか。なんだかんだ結局甘いやつだな。ああ、わかった。多分だけど、歯を磨けば怒られないが報酬だったんだね。つまり強化学習だ。あれ、でも今は報酬ないよね。あ、
歯を磨かないと気持ち悪いのが価値観。それだとこっちも強化学習かな。いい線だが、少し違う見方をしてみるか。歯を磨けば気持ちいいじゃなくて、磨かないと気持ち悪いだろ。やらなきゃいけないことを察知する。もしかして予測語さ。だいたい正解だろうな。説明を付け足すのなら、繰り返すことで脳にとって歯磨きするのが当たり前の世界になる。そうなると今度はしないことが脳世界にとって大きなズレであり、不安要素になるんだ。その理由付けとして、やらないと口が気持ち悪いなどが生まれると言える。もしかして歯磨きをしないと汚いからするんじゃなくて、歯磨きをやめたくない理由として汚いからって言ってるってこと？あくまでお姉さんの場合だけど、そういうことになるな。ちょっとここは整理してみるか。1号。了解しました、マスター。1、やらないと気持ち悪い。予測誤差。歯磨きのような習慣的行為は DP、特にアクティブ、インファレンスでは行為の予測誤差の最小化として説明されます。私は歯を磨く状態にあるはずだという強い事前予測、プライヤーがあり、磨かないと感覚入力、汚いと予測、綺麗の間にズレが生じます。このズレ、不快感を解消するために行動します。2、強化学習 RL の役割。RL は価値観数の更新を担います。最初は親に褒められる、すっきりするなどの報酬がないと行動できませんが、学習が進むとその行動自体が価値が高いとして自動化、習慣化されます。3、理論の使い分け。楽しくないのに続くのはなぜ？指導の回避 RL から当たり前 DP への移行が起こり、その過程で理由付けが報酬からズレの回避へと遷移すると考えられます。大事だから続けているんじゃなくて、続けた結果大事ってことになるんだね。せっかくだ。お姉さんの病院でのことを例に、四天王の反応も整理してみるか。病院の待合室の例を使って、4つの理論がどう協力、あるいは押し合いしているか整理します。予測処理 DT 文脈担当。ここは病院だ。次は私の番が来るはずだ。トップダウン予測。効率符号化省略担当。壁のシミとか BGM とか変わらない情報は無視して脳の容量を開けろ、圧縮。正規化感度担当。周りがうるさいから耳の感度を調整してアナウンスの音だけ拾えるようにしよう、減塩調整。強化学習 RL 欲求担当。左を向いたら呼ばれた。だから次からは左を向く癖をつけよう。習慣、価値の形成、更新。こうやって見ると、協力だったり競合だったり、少なくともみんな独り立ちは難しい状態なんだね。こいつらの理論を理解するメリットは、習慣化の形成や学習取り組みの効率化だな。特に勉強は、精神論はねえけど心理論はあると言える。そう、独り立ちできない。だからこそ脳科学の世界では予測処理で全て説明するというより、
予測処理を共通言語にして他の理論をどう組み込むかが今のトレンドなんだ。トレンド、科学にも流行り廃りがあるんだね。予測処理くんが強いのも今のうちだけかもか。トレンドか。まあ、あるわな。あるけどよ。あるけど、何？嫌なんでもねえ。とりあえず今の脳科学界じゃ PP は王様じゃねえ。リーダーって感じな。まあ、リーダーが強引すぎてたまに他の理論の手柄を横取りしようとするけどな。それも予測のおかげとかな。そこを見極めるのがそれぞれの理論のテーマでもある。さっきお勉強に使えるかもって言ってたけど、4つの理論を知っていれば自分の癖とか習慣をうまく操れるかもしれないのかな。おう、例えばやる気が出ないってのは強化学習のせいか、それとも予測モデルのエラーか。厳密な答えは出なくても対処法は考えやすいだろ。自分で当たりをつけて信じれば正誤にかかわらず脳がそれに向かって舵を取りやすいしな。結果として達成されやすい、広い意味でのプラシーボ効果ってやつだ。だからあたしら一般人は厳密性よりも考え方ベースで理論を覚えていくのがいい。本人が使えるかどうかだからな。定義した偉い人のこだわりなんか気にするな。それ正規ルートで学んでいる真摯な学生や研究者に言うのはダメだぞ。彼らはその厳密さの中から生み出す側でもあるのだから。ただまあ、学びも取捨選択する力ってのは確かに大事だ。これは都合の良いところだけしか見ないとはまた違うからな。わからないことを分かった上で自分にとって安全な部分だけ取り出して使う。科学でも限定定義なんて名前で常用されている。予測理論の四天王もそうだけど、なんか科学って言い訳をそれらしく言うのが得意。いてえところを突き上がる。自己正当化能力は IQ と相関するなんて噂もあるしな。否定できねえわ。本じゃ1号軽くまとめて締めてくれ。皆様、長時間お疲れ様でした。簡潔に要点のみを整理させていただきますね。予測処理、プリディクティブプロセッシングは、強力な枠組みですが、脳のすべての機能を単独で担っているわけではありません。複数の理論群と相互に補完、競合しながら機能しています。効率符号化理論。情報の無駄を削ぎ落とし、統計的にありふれた情報を省略することで、脳の処理コストを最適化します。AI の学習のような働き。正規化理論。周囲の環境ノイズに合わせて神経の感度を調整し、必要な信号、ターゲットを物理的に拾いやすくします。ボリューム調整。強化学習。報酬や価値に基づいて行動を動機づけし、習慣を形成します。予測の形成自体を強力にサポートするエンジン。そして予測処理は、これらを通して入ってきた情報と自身の内部モデルである PC を照合し、世界の一貫性を保つ役割を果たしています。これらを単一の理論で塗りつぶすのではなく、どのレイヤー、層の話をしているかを切り分けて理解することが、認知科学的リテラシーの第一歩とも言えます。一つの理論のお話だけで長時間になったね。でも科学や理論って思っていたよりも熱いんだね。もっとこうドライでクールな世界だと思ってたよ。
今は言うほど強くねえけどな。特に万能感は低下している。一番悪さをしにくい理論とも言えるな。所属環境の傾向も反映しやすい。こいつは他の理論との協力関係が強いな。ただ落としちゃならねえボリュームも落としかねない。こいつはマジで要注意だ。一度発動すれば簡単には消えない上に、行動の良し悪しなんか無視して報酬優先になりやがる。こいつは初参加だな。四天王とは別部隊って感じだ。五感を駆使して自ら情報を取りに行く探検家だな。ここからは本編のベースとなるサマリー解説になります。テーマ選定、予測処理、EP、予測符号化、EC に対して他の視点、対抗、補完フレームを提示し、同じ現象、期待効果、注意、学習、方位を別理論がどう説明し、どこで勝負がつくかを整理する。テーマ背景、ウサムプションズ EPPC は統一的な語彙を提供する一方、現象ごとに代替理論が強い領域。注意、知覚必須の応答、学習、発達、身体性などがあり、比較はレイヤー、計算、アルゴリズム、実装、哲学的立場を揃える必要がある。本サマリーでは競合だけでなく、実際の研究で多い他 EP 正規化 EP 効率符号化 EP 強化学習の形も同時に示す。テーマ、他の視点 EPPC と並ぶ主要フレーム、競合と補完。主要8理論のピックアップ。1、効率符号化、エフィシェントコーディング、自然刺激統計。理論の主張、感覚系は自然環境の統計に適応して冗長性を減らし、情報伝送を効率化するように最適化されるという視点。自然画像統計と神経表現を結びつけるレビューが代表。EP、PC との違い。EP と PC が上位予測から下位、誤差から上位という誤差信号中心の計算像を前に出すのに対し、効率符号化は表現の最適性、情報理論、スパース性、冗長削減を前面に出す。期待抑制、エクスペクテーションスプレッションが表出しても、それは予測誤差でなく適用、正規化、冗長削減で説明できるという手付けが可能。強み、自然刺激、自然画像、自然音での符号化特性のほか、スパース性、応答分布の説明に強い。2、正規化、ノーマリゼーション、途中位の正規化モデル。理論の主張、神経応答は加算だけでなく、周囲や集団活動で割り算されるような、正規化、ディバイシブノーマリゼーションが共通計算として広範に働く、という立場。注意についても、条件によって増幅、抑制、選択性変化など、多様な効果が出るのを、正規化で統一的に説明するモデルがある。EP、PC との違い。EPPC が予測と誤差のやり取りを中核に置くのに対し、正規化は気質で観測される応答変調を機構よりに説明する。注意、コントラスト、文脈効果が得意。期待抑制が見えても、それは誤差が減ったではなく、競合入力のバランス変化や減塩制御として説明できる場合がある。強み、注意、
競合、文脈による応答変調の形を予測する点で強い。行動や主観報告より神経応答のパターン当てに有効。3、注意バイアスド、コンペティション、バイアスとコンペティション。理論の主張。視野内の複数刺激は表現資源をめぐって競合し、注意や目標がその競合をバイアスするという視点。EP、PC との違い。EPPC は予測誤差×精度、プレシジョン、イコール、注意、へ寄せがちだが、バイアスド、コンペティションは、競合と選択を一時の説明単位に置く。期待効果があっても、それを予測ではなく、優先度マップ、競合解決として捉える道がある。強み、知覚探索、多種劇状況、選択的処理の説明に強い。4、評価学習、RL、報酬予測誤差、RPE。理論の主張。学習の中心は感覚予測誤差ではなく、報酬の予測誤差、リワードプリーディクションエラーであり、ドーパミン系などがそれを担うという枠組み、創設や神経データが厚い。EP、PC との違い。PC のプリーディクションエラーは主に感覚、表彰の誤差だが、RL の RPE は価値、報酬、方策更新が中心。ただし現代の研究実務では、感覚 PE と RPE は別物として並存し、行動は両者の相互作用で説明されることが多い。予測誤差という語が同名で混戦しやすい。強み、価値学習、習慣化、意思決定、報酬に関わる行動で特に強い。アクティブ、センシング、能動的サンプリング。理論の主張。知覚は受動入力ではなく、眼球運動、リズム、注意、運動ルーチンによる能動的サンプリングで規定されるという視点。リズムと選択に関するレビューが代表。EP、PC との違い。EPPC は内部モデル更新によりがちだが、アクティブ、センシングはどんな入力を取りに行くかの身体、運動制約を一時に置く。強み、EPPC、特にアクティブ、インファレンスと相性は良く、実際は補完関係になりやすい。ただし以下が一時化は立場的差異が存在する。6、生態学的心理学、エコロジカルサイコロジー、アフォーダンス直接知覚。理論の主張。知覚は内部推論の産物というより、環境にある情報、不変更などを直接に拾い上げる側面が強いという立場。アフォーダンスは環境が提供する行為可能性という意味を持つ。人の認知や行動選択は意思ではなく、環境によって強く選択される有視点。EP、PC との違い。EPPC の内部生成モデル中心に対し、こちらは反社会意味体行為の結合を前に出し、推論を最小化する。機体で知覚が歪む現象も、環境情報の探索、身体運動、タスク文脈で説明し、内部事前分布の話を必須にしない。日本語圏での注意、文化的ニュアンス。アフォーダンスは日本語圏だと UX デザイン文脈で先に広まり、学術上の直接知覚の願意、推論批判、計算主義批判が薄まることがある。7、エナクティビズム感覚運動随伴性、センソマーエーターコンティンジェンシー。理論の主張。知覚経験は内部表彰そのものではなく、主体が身につけた反差としい運動の依存関係、随伴性を扱う技能に根ざすという立場。ポーリーガン&が代表。EP、PC との違い。EPPC は多くの場合、脳内モデルを中心に置くのに対し、エナクティブ系は経験の成立条件を行為と世界とのカップリングに置く。予測を匂わす言葉を使っていても、
ここでのポイントは誤差最小化より技能仮想査定計小学による。8、力学系アプローチダイナミカシステムズ。理論の主張、認知を表彰の高心熱だけでなく脳を身体環境の相互作用が作る時間発展する力学系として扱う。発達研究ではセレン&スミスが代表的。EP、PC との違い。EPPC は誤差最小化の推論により、力学系は状態空間の軌道による。実際には EP を力学系として書き直すことも可能で、数学的には接続しうるが、説明の強調点が異なる。反証の置き場も変わる。統合 PPPC は、どの層の説明を担当するのが強いか。視覚皮質の応答変調、注意、文脈、正規化注意モデルが強い土台になりやすい。多刺激化の選択、バイアスド、コンペティションが強い。価値学習、意思決定 RL、RPE が強い。入力を取りに行く知覚、アクティブ、センシングが強い。身体性、環境との結合、推論最小化、生態学的心理学エナクティビズムが強い。発達、時間発展、自己組織化、力学系が強い。評価、暫定、エバリューション。他の視点は EPPC を単に否定するというより、EPPC が統一語彙として便利な一方で、現象別にはすでに強い機構理論があることを示す。実務的には EPPC、計算的解釈、足す、正規化、機構、足す、RL、価値学習、足す、能動サンプリング、方位制約のように層を分担させた方が反証可能性も上がりやすい。何がどのデータを説明するかが分離できる。参考、引用文献。自然画像の統計と神経表現。感覚系、特に視覚は自然環境に存在する情報の統計的性質。よくあるパターンに適応し、冗長な情報を削ぎ落として効率的に伝送するように最適化されているとする理論。標準的な神経計算としての正規化。ニューロンの応答は単なる入力の足し算ではなく、周囲のニューロン群の活動相和による割り算、抑制によって調整されるとする理論。様々な脳領域で見られる普遍的な計算原理とされる。注意の正規化モデル。正規化のメカニズムを用いて、注意、アテンションがどのように神経活動の感度、経営を変化させ、特定の刺激を選択するかを統一的に説明したモデル。選択的視覚的注意の神経メカニズム。複数の対象が脳内の処理リソースをめぐって競合し、トップダウンの注意がその競争にバイアスをかける特定対象を有利にすることで知覚が成立するとする理論。ドーパミンによる報酬予測誤差の符号化。脳内のドーパミンニューロンが期待された報酬と実際の報酬のズレである報酬予測誤差 RPE を符号化し、これが学習の駆動要因になるとする理論。能動的センシングと知覚選択のダイナミクス。知覚を受動的な入力処理ではなく、眼球運動や注意のリズムなどを含む能動的なサンプリング行動として捉える枠組み。視覚の生態学的アプローチ、広大生態学的視覚論。視覚情報は環境の中に実在、アフォーダンスしており、脳内での推論や計算ではなく、身体探索によって直接ピックアップされるとする理論。視覚と視覚的意識の感覚運動的説明。
知覚とは脳内の表現ではなく、行為主体が環境との相互作用、感覚運動随伴性の法則を熟知し、行使することであるとする立場。認知と行為の発達への力学系アプローチ。認知発達を脳内のプログラム、設計図の実行ではなく、身体、環境、神経系を含む複雑なシステムの相互作用から、秩序、行動や認識が自己組織化的に創発するプロセスとして捉え直している。認識におけるいくつかの実験片耳及び両耳での聴取。騒がしい環境下でも特定の話し手の音声を選択的に聞き取ることができる現象、カクテルパーティー効果を初めて体系的に報告した研究。聴覚における大脳優位性と知覚の非対称性。言語聴取において右耳、左半球の言語野へ交差して投射されるの方が優位性を示す現象を報告し、脳の構造的、配線的要因を示唆した研究。わかりやすい表現として、ライトをイヤーアドバンテージが用いられる。複数の学習システムの行動制御への関与における不確実性の役割。脳内には目標思考的、予測的システムと習慣的、強化学習的システムが共存し、状況の不確実性に応じて主導権が切り替わることを示した計算論モデル。成層圏から深海へ。英語版は現在デジタルアーカイブで購入可能。場所入手は困難。スイスの物理学者ピカールによる空と海への挑戦を綴った回顧録。成層圏への挑戦。アインシュタインの相対性理論や宇宙船の研究を検証するため、実験室ごと空へ行くことを決意。世界で初めて与圧キャビン付き気球を発明し、自ら乗り込んで人類初の成層圏、高度約 16km 到達に成功した経緯を語る。海への挑戦、気球の原理、浮力を応用すれば深海へも行けると考え、深海探査艇バチスカーフ FNRS-2 を発明。これも自ら乗り込み、当時の有人潜水記録を塗り替えるまでの技術的苦闘と冒険が記されている。後に息子のジャック・ピカールがこの技術でマリアナ海溝最深部に到達。ハテナちゃんの以下のセリフで登場。20世紀の物理学とか特に無茶な冒険野郎だらけだったしな、ピカールとか。ご視聴ありがとうございました。